今回の深掘り旅は、東海道53次の宿場巡りシリーズ。日本橋から4番目の宿場、保土ヶ谷宿を深掘り解説。解説役は、僕、やっち。僕、スクッチは聞き役です。それでは、旅ロボの深掘り旅スタート。旅ロボの、深掘り旅。日本橋から4番目の宿場、保土ヶ谷宿は、相鉄線の天王町駅からスタート。東口改札を出て左、北の方向に5分くらい歩くと、江戸川の出入り口の江戸形見附がある。前の宿場の神奈川宿から来るなら、相鉄線の横浜駅から各駅停車で4駅。保土ヶ谷宿があったのは、だいたい赤丸のあたり。国道1号線と並行するように宿場があった。ここで、東海道53次の宿場巡りのルールを紹介。日本橋から京都方面に向かいながら、宿場を巡る。見つけ、本陣、脇本陣、問屋場、考察場は見る。宿場間は公共交通機関を使って、そのルートがわかるような動画にする。ルールの詳しい説明は品川宿の動画にあるので、概要欄のリンクから見てください。最初に行くのは、江戸形見附跡。江戸川の出入り口。相鉄線の天王町駅から北に5分くらい歩くと、保土ヶ谷宿の江戸形見附跡がある。江戸形見附跡には解説があるので、探しながら歩けば見落とすことはないと思う。宿場の見附は、土塁の上に竹木で柳を組んだ構造。本来は簡単な防衛施設だけど、宿場の範囲を視覚的に示す効果も持ってたと考えられる。保土ヶ谷宿は、京都側の出入り口の上方見附が復元されてる。この動画を最後まで見てくれたら、保土ヶ谷宿の見附がどんなものだったかわかる。こっちが日本橋方面。商店街になってるから、時間と体力があれば、ちょっと散策してみてもいいかもしれない。江戸形見附跡から、保土ヶ谷宿を見ていこうと思う。保土ヶ谷宿は、江戸形見附から上方見附まで、19町、約 2km あったらしい。ただ歩くだけなら30分くらい。ゆっくり見ていくなら、2時間くらいあると良さそう。これまで行ってきた宿場もそうですが、じっくり見たいなら、1日あっても良さそうですよね。見附とか本陣とかの宿場に関係するものだけじゃなくて、神社とかお寺とか、いろいろ見どころがあるからね。ところで、神奈川宿の動画では、保土ヶ谷宿という漢字を使っていましたよね。今回は保土ヶ谷宿ですが、どっちが正しいんですか？結論から言うと、保土ヶ谷宿が正しいらしい。保土ヶ谷宿を使った理由は、品川宿の動画で出てきた石碑に保土ヶ谷って書いてあったから。これのことですね。そこに保土ヶ谷って書いてあったから、昔は保土ヶ谷って漢字を使ってたんだと思ってた。でも、保土ヶ谷宿について調べたら、それが間違いだと分かった。保土ヶ谷の地名が初めて出てきたのは、新名社由緒書きらしい。それは天文12年、1543年の資料。そこには保土ヶ谷って書いてあったらしい。他の書き方の文書もあるけど、主流は保土ヶ谷だったとのこと。明治6年、1873年に保土ヶ谷学舎、現在の保土ヶ谷小学校が建てられ、明治20年、1887年に保土ヶ谷駅、現在の保土ヶ谷駅が開業。明治期には保土ヶ谷に変わっていったということみたい。昭和初期くらいから、保土ヶ谷表記に統一されたらしい。ちなみに、昭和34年、1959年に制定された条例で、正式な表記は保土ヶ谷と決まった。小さい家、ではなくて、大きい家、が正式なんですね。確認してみたら、JR の駅は、大きい家、の保土ヶ谷駅だった。天王町駅に戻ってきた。旧東海道はこのまま駅を通り抜けて、駅の反対側に続いてる。駅や線路で分断されてないのがありがたいですね。次は、旧片平橋跡。天王町駅の南口を出てすぐの、天王町駅前公園内にある。現在地は、天王町駅の南口を出て道を一本渡ったところ。かつて、この辺りには片平川が流れてて、その川を越えて旧東海道が続いてた。その片平川にかかってたのが旧片平橋。大橋とか新町橋とか呼ばれてたらしい。昭和31年、1956年、天王町駅の南側を流れてた片平川を、天王町駅の北側に付け替えた。片平川があった場所は天王町駅前公園になってて、そこに旧片平橋跡のモニュメントがある。
旧東海道は公園内を通ってたようで、そのまま歩いてくと旧片平橋跡を通ることになる。旧片平橋は、長さが15県、約27メートル、幅が3県、約5.4メートルだった。モニュメントはかなり小さくなってるけど、当時の人たちのように、橋を渡る気分を味わうことができる。何も知らずにこの公園に来ると、このモニュメントが何なのか不思議に思うんじゃないかな。解説はありますが、モニュメントから離れた場所ですしね。ここが旧東海道だとわかれば、旧東海道関係のなんかだとわかるかもしれないね。公園の横には、保土ヶ谷宿周辺散策案内図がある。これを見て、保土ヶ谷宿を巡ることもできる。保土ヶ谷宿は、慶長6年、1601年に、宿駅天満制度の開始と同時に設置された。宿駅とは宿場のことで、天満は幕府の公領で宿場で乗り継ぐ馬のこと。保土ヶ谷宿は慶安元年、1648年頃に大改修があり、その道筋が変わったとのこと。歌川広重の浮世絵で有名な片平橋も、この時に架けられた。ちなみに、現在の片平橋は、江戸方見附跡から天皇町駅に行く途中で渡ってる。この橋が現在の片平橋だったんですね。ということは、この川は片平川で、江戸時代はここを流れてなかったということですよね。そういうことになるね。昔、北側の河口部沿岸がなだらかで、片側だけが平地だったから片平と呼ばれるようになった。それが片平になったと言われてるみたい。片平川河口には船着き場があって、潮の干満を利用した舟運の拠点になってたらしい。衣類の片平とは関係ないんですね。そうみたいだね。ちなみに、片平の最初の漢字だけで、片平と読めるらしい。次は、旧中野橋跡。中野橋って読む。ここは、今井川という川が宿場を横切ってた場所。慶安元年、1648年の旧東海道の改修によって、今井川の川筋が変更された。そこに架けられたのが中野橋。改修時に作られた今井川は構造的な問題があって、大雨で下流域が浸水することがあった。嘉永5年、1852年に、現在の川筋に改修された。その時の今井川改修で出た残土は、品川宿の近くにある品川台場を作るのに使われた。品川台場は、品川宿の動画でも出てきましたね。確か、資金の問題で、計画より少ない砲台しか設置できなかったんですよね。詳しくは、品川宿の動画を見てほしい。現在の今井川は、旧東海道に並行するように流れてる。大雨による河川の氾濫を防ぐための工事が、平成4年、1992年から平成16年、2004年にかけて行われた。保土ヶ谷区狩場町、権田坂の境の国道1号線の地下に、延長2000メートル、容量17万8000立方キロメートルのトンネル式地下調整池が建設された。さらに、大雨に対応するために河川工事が行われてるらしい。完了したって情報が見つからないから、令和6年、2024年6月時点でも、工事は続いてるんだと思う。江戸時代から現在まで、今井川の氾濫対策が続いてるということですね。そういうことだね。保土ヶ谷宿は、こんな感じで、宿場関係の場所とかの案内があるからありがたい。旧東海道を通ってれば、事前に調べなくても、大体のところは行けると思う。ここは、細い道の商店街の方が旧東海道。街道という漢字の道幅。次は、スケボー会所跡。ここから、スケボー会所跡、問屋場跡、考察場跡が続く。スケボー会所跡の火が、ひっそりと立ってる。見落としてしまう可能性があるから、注意が必要。スケボー会所は、人馬を提供するスケボー村からの人馬を集めておく場所。宿場周辺の村が、スケボー村として指定された。当初は問題なく機能してたけど、流通量が多くなると、スケボー村の負担が大きくなった。延長2年、1745年頃に、問題が発生するようになったらしい。川崎宿でも、スケボー村の負担の話がありましたね。調べた感じだと、強制的に指定されたみたいだから、負担の問題はいろんな宿場であったのかもしれないよね。川崎宿は、宿場自体の負担が大きすぎて、宿場の廃止を訴えたくらいだしね。川崎宿の危機と、そこからの再建については、川崎宿の動画に解説があります。
宿駅天満制度は、資本主義的な感じではなかったみたいだよね。今の社会で言えば、行政が行う仕事を、採算度外視で民間に丸投げして、強制してる感じだったのかな。そうかもしれませんね。助郷会所から少し行ったところに、トイアバートがある。トイアバートは、赤丸のあたり、京都方面に向かって、左側にある。トイアバは、大名などの荷物運搬、幕府公用の書状等の通信、大名行列の宿泊の手配などを担っていた。宿場で最も重要な施設の一つが、トイアバ。トイアバの長であるトイアは、慶長6年、1601年にカルベ清兵衛が拝命した。その後、歴代の当主がカルベ清兵衛を名乗ってきた。カルベ清兵衛は、本陣にも関係してるけど、それは本陣後のところで説明しようと思う。ここの解説には、トイアバ、助郷、考察場について書いてある。助郷会所跡からトイアバ跡、この場所は近かったけど、考察場跡もここのすぐ近くにある。保土ヶ谷宿は、重要な施設が近くにまとまってたんですね。そうみたいだね。ちなみに、本陣と、3軒あった脇本陣も、近くにまとまってたみたい。本陣とかは、ここからもう少し行ったところにあった。中の橋で江戸川と京都川に分けるとしたら、重要な施設が京都川にまとまってたことになる。そして、考察場があったのがここ。考察場跡は、赤丸のあたり、京都方面に向かって、右側にある。考察場は、幕府の掟とかハットを掲げておくところ、隣の宿場までの荷物の運搬料金とか、旗小屋の宿泊料とかが記載された考察も掲げられてたらしい。法暦13年、1763年に作られた考察場は、幅が2間半、約 4.5 メートル、高さが1畳、約3メートルだった。神奈川県内にあった宿場の考察場の大きさは、神奈川宿の動画で紹介してる。神奈川県内の宿場の考察場は、ほぼ一定の大きさだったらしい。次は、金沢横丁の石碑。そこは道の分岐点。まっすぐ行くと旧東海道、左に曲がると金沢鎌倉道。旧東海道を渡って反対側に、道の分岐を示す石碑がある。金沢横丁って書いてあるけど、金沢横丁って書いてるサイトもあった。道を渡ると、保土ヶ谷宿番所って建物がある。歴史の道の休憩所らしい。行った時はシャッターが閉まってた。その建物のところに、4つの石碑がある。読めない文字がたくさんあるけど、かなり古そうなもののように思える。でも、ちゃんと解説があった。右側から、宴海山の道、金沢、鎌倉道、杉田道、富岡山、芋大明神社の道って書いてあるみたい。宴海山は神奈川県横浜市磯子区にある山で、峰の丘が有名だったらしい。現在、宴海山周辺の森は、横浜市の緑の重大拠点の一つになってる。石碑が読みにくかったのは、縁が旧自体の縁だからかな。現在地と宴海山の位置関係はこんな感じ。直線距離で約 9.4km。鎌倉がここだから、宴海山を経由して鎌倉に行けると思う。ちなみに、宴海山から鎌倉の大仏まで、直線距離で 7.2km くらいみたい。宴海山の道の石碑の左隣は、金沢、鎌倉道。金沢は金沢八景のことで、金沢道は金沢の六浦神社まで続いてたらしい。神社は、領主の所領の拠点に置かれた城以外の構築物。ウィキペディアによると、六浦神社は現在の神奈川県横浜市金沢区六浦にあったみたい。でも、Google マップだと、神奈川県横浜市金沢区瀬戸になってる。階段が残ってるみたいだけど、それは裏門って情報もあった。六浦と瀬戸の境目あたりだから、この辺一帯に神社があったのかもしれない。ちなみに、六浦は、今は六浦って読むけど、昔は六浦って呼んでたらしい。この石碑の左の面に愚明寺道って書いてある。これは、愚明寺への道、愚明寺道のことらしい。愚明寺があるのは、神奈川県横浜市南区愚明寺町。愚明寺は、現在地から直線距離で約 2.3km のところにある。保土ヶ谷宿から愚明寺を通って、六浦神社まで行くのが金沢道。そこから、浅いな切り通しを通って鎌倉まで続いてるから、金沢、鎌倉道って呼ばれることもあるらしい。
その石碑の左隣は、過ぎた道の石碑。保土ヶ谷の、枝道曲がれ、梅の花、奇想って書いてあるらしい。区碑を兼ねた道標は珍しいとか。過ぎた道は、かつて杉田の梅林への近道として使われたらしい。杉田の梅林は、現在の神奈川県横浜市磯子区杉田あたりにあった梅の名所。妙法寺がその中心だったとか。塩害とか宅地化とかで、今はその名残を留める程度らしい。でも、再び杉田梅を増やそうという動きもあって、杉田梅祭りが開催されたりしてる。一番左の石碑は、富岡山芋大明神社の道。山芋大明神かと思ったけど、芋大明神だった。芋大明神は、富岡山長生寺のことらしい。長生寺は、神奈川県横浜市金沢区富岡東にある。芋大明神は、放送の守り神として、信仰を集めてたらしい。放送は天然痘のこと。その長生寺までは、直線距離で約 9.8km。それぞれの道も興味深いけど、今回は保土ヶ谷宿だから、旧東海道を京都方面へ。ちょうど東海道本線と思われる電車が通ってた。旧東海道は東海道本線で分断されてるけど、ここは踏切で通ることができる。踏切の名前は、東海道踏切。鉄道の東海道は忙しいらしい。踏切を渡って、旧東海道を進む。少し行くと、旧東海道は右に曲がって、東海道本線と並行するようになる。次は、本陣跡。旧東海道が右に曲がるところにある。踏切を渡って旧東海道をまっすぐ進んで、突き当たりのところに本陣跡がある。保土ヶ谷宿の本陣は、軽部家が務めてた。軽部家は、小田原北条氏の家臣である軽部豊前の神安則の子孫。軽部家は、問屋と名主も兼ねてた。問屋場のところで出てきた軽部清兵衛ですね。そうだね。明治3年、1870年に本陣が廃止になるまで、約270年、11代にわたって、軽部家が本陣、問屋、名主を担ってた。歴代の当主は、軽部清兵衛を名乗ってた。本陣跡の解説の横にある門みたいなものが気になったけど、本陣に関係するものかはわからなかった。場所を考えると、ここに軽部家の子孫が住んでて、当時の門を残してるという可能性もありそうですね。真相は不明。次は、脇本陣跡。保土ヶ谷宿には脇本陣が3軒あって、近いところにまとまってた。本陣は大名とかが泊まる宿で、脇本陣は本陣の予備としての宿だった。ここは、本陣跡の蓮向かい。だいたいこの辺に脇本陣があった。他の2軒は道の反対側。本陣跡のところの交差点を渡ってしまったので、ここの脇本陣跡の日を見落としてた。脇本陣跡の日はこれ。手前の和風な建物あたりが脇本陣かなと思ってたら、日の前にあるマンションあたりが脇本陣だったらしい。この脇本陣は、大金子屋。気を取り直して、次の脇本陣跡へ。次の脇本陣跡は、富士屋。本陣跡から100メートルくらいの距離だと思う。ここも脇本陣跡の日が経ってるだけで、その面影はない。今はマンションになってる。本陣と脇本陣がこれだけ近いと、敷地の大きさ的に隣同士だった可能性を考えてしまう。昔の資料とかを調べれば、どうだったかわかるかもしれませんね。そう思うよね。でも、その必要はない。ここに、王冠町並絵図を元に想像復元した町並みがある。それによると、本陣、軽部清兵衛、軽部屋、新屋、沼津屋、尾張屋、脇本陣富士屋の順番で並んでたらしい。新屋の読み方がわからないけど、隣同士ではありませんでしたが、それでも近いところに並んでたという感じですね。もう一軒の脇本陣も、少し行ったところにあった。保土ヶ谷宿は、本陣と脇本陣がまとまってて、スケボー会所と問屋場と考察場がまとまってる。自然発生的に場所が決まったというより、計画的に配置された気がしますね。もしかしたら、慶安元年、1648年の大改修と関係してるのかもしれない。その大改修で、道筋が変わったんですよね。そうこうしてるうちに、3軒目の脇本陣跡に到着。3軒目の脇本陣跡は、
保土ヶ谷消防署本陣消防出張所にある。ここにあった脇本陣は、水や、脇本陣跡の日の隣に、解説もある。ここの解説に書いてある、明治3年の宿役制度廃止は、年代が間違ってるけど、それは後で説明する。保土ヶ谷宿には、本陣、脇本陣とは別に、茶屋本陣と呼ばれるところもあった。旗小屋は、宿泊施設のこと。庶民は旗小屋に泊まってた。将軍や大名などの偉い人たちは、予約をしてたと思いますが、庶民はどうしてたんでしょうか？庶民が宿泊するときにどうしてたかは、調べてみたけど、わからなかった。当時の通信手段は手紙か伝言くらいだっただろうから、予約なしの飛び込みって感じだったんじゃないかな。ついでに、手紙について調べてみたら、面白い情報が見つかった。江戸時代、旅の道中に、無事を知らせる手紙を故郷に送ることがあったらしい。その手紙は、故郷の方面に向かう旅人に託され、旅人から旅人へと手渡されて、最終的に宛先に届いたとか。それはすごいですね。多分、途中で捨てられたりした手紙もたくさんあっただろうけどね。そういう手紙があったとしても、その事実を現代まで伝えるのは難しいですからね。そうだよね。本当にそんな方法で手紙が届いてたかは不明。本当だとしても、そんな不確かな方法の予約は、ちょっと考えにくいような気がする。ということで、旗小屋跡に到着。旗小屋、本金小屋は、赤丸のところにある。現在も建物が残ってる。旗小屋は、さっきも説明した通り、庶民のための宿泊施設。ここは本金小屋、旗小屋、本金小屋跡って書いてあるけど、旗子の建物が残ってる。ただ、江戸時代の建物じゃなくて、明治2年、1869年に建てられたものらしい。明治になってからだとしても、令和6年、2024年時点で155年前ですよね。宿役制度の廃止が明治5年、1872年。まだ宿役制度が残ってた時代に建てられたという意味でも、貴重な建物と言えると思う。脇本陣跡の開設にあった明治3年、1870年は、宿役制度じゃなくて、本陣制度が廃止された年。宿役制度が終わるまで本陣と脇本陣が残ってたんじゃなくて、本陣制度が終わるまで残ってたってこと。本陣制度が終わってからも、宿役制度は2年くらい続いてたってことになる。明治になって、将軍とか大名って役職がなくなって、本陣と脇本陣が必要なくなったってことかもね。宿場の機能は必要だったから、宿役制度が遅れて廃止になったということですかね。そういうことかもね。ちなみに、この旗小屋は、もともとこの場所に立ってたわけじゃないらしい。関東大震災を契機に、目の前の国道1号線が拡幅されて、その時に7メートルの引き屋が行われた。引き屋は、建物を傷つけずに、そのままの姿で移動させること。さらに、昭和7年、1932年に国道1号線が今の幅に拡幅されて、前提と大名門が撤去されたとか、大名門の読み方を調べたけど、出てこなかった。名字なら大中戸って読むらしい。この時に、門と式台の構えが巧みに組み込まれたみたい。そう言われても、よくわからないのが残念なところ。組み込まれたということは、作られた当時とは、構造が変わってるということですよね。そういうことだね。それもちょっと残念。次は、茶屋本陣跡。茶屋本陣は、本陣に匹敵する規模と格式を持つ茶屋のこと。お茶や菓子を提供する休憩所が茶屋。本陣は指定されるものらしいから、茶屋本陣も勝手に名乗ってたわけじゃないと思う。わざわざ茶屋本陣という名前がつくくらいですから、それだけ特別なところだったということでしょうね。そうだろうね。その茶屋本陣があった場所は、今は民家になってる。保土ヶ谷宿の茶屋本陣について調べてたら、茶屋本陣はなかったんじゃないか説が出てきた。茶屋本陣は本陣とライバル関係だから、本陣の近くにあるわけがないというのが理由の一つ。保土ヶ谷宿と、その京都側の戸塚宿の間には、愛の宿があった。愛の宿は、宿場と宿場の間にある休憩用の町場。その愛の宿には、富士山がよく見える立場茶屋があったらしい。立場は、愛の宿で馬を継ぎ立てたり、休憩したりするところ。その立場にある茶屋が立場茶屋。保土ヶ谷宿と戸塚宿の間にあった愛の宿には、立派な立場茶屋が2、3軒あって、今も残ってるみたい。だから、
保土ヶ谷宿に茶屋本陣を作っても、需要がなかったんじゃないかっていう理由もあるらしい。そうすると、茶屋本陣がある場所が、茶屋町ってことを考える必要が出てくる。さっき、茶屋町橋を渡りましたね。茶屋本陣があったから茶屋町なのか、茶屋町にできた本陣だから茶屋本陣なのか。結論は、本陣の仕事の一部を移管された茶屋町の本陣分室ってなってた。真実はわかりませんが、そういう考察も面白いですね。面白いよね。次は、上方見附跡と復元された一里塚。保土ヶ谷宿はここまでだけど、この動画はもう少し続く。ここは、中野橋跡でも出てきた今井川の近く。その今井川沿いに、上方見附跡と一里塚がある。上方見附は、宿場の京都側の出入り口のこと。京都は天皇がいる場所だから上で、その方向だから上方ってなったらしい。保土ヶ谷郷土史によると、保土ヶ谷宿の上方見附は、戸川神社の前にあったらしい。戸川神社は、今井川を渡ったところにある。保土ヶ谷宿の上方見附には、改札の右側にあるような土井があったみたい。そして、その近くに江戸から8番目の一里塚があった。一里塚は、街道の距離の目安として設置されたもの。街道の両側に土を盛った小山を作って、その上にえのきなどの木が植えられてたとのこと。スペースの関係で、当時のものより小さく復元された一里塚がこれ。木が大きいから、十分な大きさに見えるけど、土台が小さくてバランスが悪いようにも見える。復元された一里塚の隣が、復元された上方見附。上方見附はここではなく、保土ヶ谷町2丁目バス停付近だったとも言われてるらしい。保土ヶ谷町2丁目バス停は、ここから京都方面に、100メートルくらい行ったところにある。復元されてるのは、上方見附と一里塚だけじゃなくて、街道の松並木も復元されてる。今井川の改修でできた公共空間で、旧東海道を象徴する松並木とか一里塚を復元したみたい。慶長9年、1604年、幕府は街道に並木を植えるように命じた。それでできたのが保土ヶ谷宿の松並木。この辺りから京都方面に 3km くらい続いてたらしい。保土ヶ谷宿が終わってから、街道の雰囲気を味わえるようになる。宿場に興味がなくて、街道の雰囲気を味わいたいなら、ここから京都方面に歩き始めた方が良さそうですね。左側の柵が、あまりにも現代的すぎるけど、右側は街道って雰囲気になってるよね。さらにその右側に車がたくさん走ってるのが残念だけど。保土ヶ谷宿は約 2km なので、歩けるなら、連続して歩くと楽しめそうですね。金沢道の道標もあるし、旗小屋も残ってるし、宿場って感じがあるからね。今、右側にいるバスが止まろうとしてるのが、保土ヶ谷町2丁目バス停。そこのバス停付近が、上方見附があったって言われてるところ。もしかしたら、本当はこの辺に上方見附を復元したかったのかもしれませんね。スペースを確保できなかったから、一里塚と同じ場所って可能性はありそうだよね。さて、保土ヶ谷宿の上方見附跡を過ぎて、これから向かうのは、旧東海道の改修と関係があるところ。その場所に行く途中は、復元された松並木を楽しめる。ベンチに座って、保土ヶ谷宿を歩いた疲れを癒してから、この先に進むこともできる。松並木は続いてそうだけど、旧東海道はここで右に曲がる。この先の動画を見て、行く必要がないと思ったら、さっきの保土ヶ谷町2丁目バス停から、次の宿場に行ける。保土ヶ谷町2丁目バス停から、金中バスに乗って、ブリヂストン前で下車。その近くに、次の宿場戸塚宿の江戸方見附跡がある。ここから450メートル行くと、旧元町橋跡、川崎宿の新宿という町のところでも言ったように、地名には意味があったりする。元町は、元の町という意味になる。元町が、元々の町だったということですか？そういうこと。江戸時代初期の保土ヶ谷町は、現在の元町、保土ヶ谷町3丁目だと言われてるらしい。さっきの案内板から少し行ったところが保土ヶ谷町3丁目。保土ヶ谷町3丁目が元町らしいから、赤丸のあたりが江戸時代初期の保土ヶ谷町なんだと思う。
本当に元町イコール保土ヶ谷町3丁目なのか自信がないけど、調べて出てきた情報によると、そんな感じだった。間違ってたら、申し訳ない。今回歩いてきた保土ヶ谷宿と比べると、小さな町という感じですね。そうだね。保土ヶ谷郷土市には、慶安元年、1648年に新町工事着工、万治3年、1660年に完成、と書いてあるらしい。実は、新町って名前は、旧片平橋跡のところで出てきてる。片平橋の別名が新町橋だった。天皇町駅のあたりが新町ということですね。それはちょっと違うみたい。保土ヶ谷宿は、保土ヶ谷町、岩間町、合土町、片平町で構成されてた。その4つの町が一つになって、新町が発足したって情報があった。元町には旧元町と新元町があったって情報とか、旧保土ヶ谷宿はここじゃないって説もあった。この先にある、旧東海道最初の難所と言われてる権太坂も、関係してくる話になるみたい。権太坂には行かないから、これ以上の深掘りはやめとこうと思う。ということで、旧元町橋跡に到着。旧元町橋跡は赤丸のあたり。青い線が旧東海道。昭和13年、1938年の保土ヶ谷区郷土史によると、明治の東海道線工事前の今井川は、ここを流れてたらしい。旧東海道を横切る形で今井川が流れてて、そこに架けられてたのが旧元町橋。現在の元町橋は、旧東海道を京都方面に少し行ったところにある。一応、旧東海道の改修前の保土ヶ谷宿は、この元町あたりにあったって言われてる。でも、さっきも言ったように、いろんな説があるみたい。ここが旧保土ヶ谷宿だったとしても、宿場って漢字の見どころは見当たらない。それに加えて、旧保土ヶ谷宿じゃなかった可能性もある。宿場巡りが目的なら、上方見附跡までで十分だと思う。旧道って漢字の道を京都方面に行くと、元町ガードって交差点が出てくる。旧東海道はここで左に曲がる。ここにも旧東海道の案内があるのがありがたい。旧東海道最初の難所の権太坂まで130メートル。その手前にあるこの橋が、現在の元町橋。さっきの解説によると、東海道線を作るときに、この今井川の川筋を変えたってことかな。そういうことなんでしょうね。現在の元町橋を渡って、旧東海道は右に曲がる。その先に権太坂がある。今回の東海道53次の宿場巡りシリーズは、宿場間を公共交通機関で移動するから、権太坂には行かない。権太坂の名前の由来も面白いから、機会があったら行こうと思ってる。その時に、改修前の保土ヶ谷宿について、もう少し深掘りできるといいですね。そうだね。権太坂に向かう横断歩道の手前の歩道に、案内があるのもありがたい。権太坂には行かず、次の宿場、戸塚宿に行くためのバス停へ。元の道を直進すると、国道1号線に出る。歩道橋で反対側へ。この道が、現在の東海道である国道1号線。歩道橋を降りてすぐのところにあるバス停から、戸塚宿に行けるバスに乗れる。このバス停は、元町橋交番前。ここから金中バスの戸塚駅東口行きに乗って、ブリヂストン前で下車。ここの行き先案内にはブリヂストン前って書いてあるけど、金中バスのサイトではブリヂストン前ってなってる。ブリヂストンは、ブリヂストンだから、この行き先案内が間違ってるんだと思う。これで、今回の東海道53次の宿場巡り、保土ヶ谷宿は終わり。次の戸塚宿の動画も見てくれると嬉しいです。それでは、また別の地でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価で、僕たちの旅を応援してくれると嬉しいです。